FM Tokyo Music Creator 今夜のゲストは古谷正幸さんです。よろしくお願いします。안녕하세요。 잘 부탁드립니다。 わあすごいさすがですね。アニョね分かる人には分かりますけど違いますですけどいや古谷さんはラジオ DJ であり K-POP の専門家でいらっしゃいますけれども、私も本当に K-POP が大好きな少女がここまでやっと来れたみたいなぐらいで本当に K-POP 本当ですか？僕いろいろ調べてきましたけど、韓国語も喋れるとか、あと所属事務所が以前お世話になってた方がすごくいてですね、そうなんですよとかいろいろそうなんですね。ありがとうございます。いやもう本当にインター FM の先輩でもいらっしゃるので、私にとっては番組もね。でも久々ですよインター FM 本当に番組ください。P さんさっきラジオ収録始まる前にうちのラジオのプロデューサーとすごくなんていうんですか、親しげというかねすごい距離の近い感じで話されててあれなんかあれかな、日本語がすいません。いや大丈夫ですけど、ちょっと改めて今日はちょっと大先輩をお迎えしての回なので耳かこもちょっと緊張してるんですけど、たっぷりリラックスしてお話を伺えればと思います。古谷さんはね今週と来週2週にわたってたっぷりお話を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、古谷さんは K-POP という以上に韓国のエンターテインメントの専門家だと思います。なんでも日本に韓流ブームがやってくる2003年よりも前から韓国のエンターテインメントに注目していたということなんですけれども、古谷さんがそもそも韓国の音楽に興味を持ったのはいつだったんでしょうか？よくこうやってね韓流ブームが来る前からいろいろとこう注目してたとか言われるんですけど、注目してたわけではなくてただ偶然、好きだったっていうだけだけれども、あまりにも当時日本に情報が少なすぎて、その情報を何とかしてこう日本に伝えられないだろうかっていう、そこから始まってるんですね。だけどそもそものきっかけは、その90年代の末にカナダに普通に留学して、で留学した先で僕がちょっと雰囲気的に韓国人みたいじゃないですか。でも本当に正直なところというか、初めて古谷さんをテレビで私が拝見させていただいた時に韓国の方なのかと思いました。みんなに言われる、でカナダでも同じように間違われてですね、で留学先でみんな韓国語で話しかけるんですよ僕に。面白い。僕はもうI'm Japaneseってずっと言ってるんですけども、でもそれをきっかけに韓国のお友達が増えて、これ英語圏に留学してるんだから、日本人じゃなくて韓国人のお友達増やそうと思って、そうこうしてましたら、友達から1枚韓国の CD を借りたんですよ。でそもそも大学生の時からずっとラジオの DJ やってたりとか、音楽好きだったから、もう音楽そのものに関心あったんだけど、韓国の音楽なんて全く情報なかったですよ当時。そうですよね。でもせっかくだからと思って聞いてみたら、もうハートぶち抜かれて。ちなみに何の曲だったんですか？それ自分の著書にも書いてあるんですけど、TOY って書いてトイっていうアーティストがいて、ユヒヨルさんっていうシンガーソングライターが、作ったプロジェクトなんですけども、そのアルバムの第2週セカンドアルバムを聞いたんですよ。もうそしたら1枚のアルバムの中にいろんなジャンルの楽曲が収められていて、でその時ってまだ日本に韓国の音楽の情報って正直演歌とかね、そういうレベルの情報しか全然伝わってなくって、でそもそもみんな当時アジアの音楽に関心なかったんですよ。90年代後半って J-POP 全盛ですからね。そんな時に、ラジオ DJ もやってたから、こういう音楽こそね、なんか日本でしっかり伝えないともったいないと思って、でそれで紆余曲折あって日本に帰国して、でそもそも大学生時代からお世話になってたラジオ局にK-POP 紹介したいっていうふうに直訴したら、誰が聞くねんみたいな、それが90年代後半だったんですけども、それからあれよあれよっていう間に韓流ブームが来て、K-POP 人気が来て、今や第4次とか第5次ブームなんて言われますね。言われてますけど、だからもうほんと偶然だったと僕は思いますよ。いやでも
でもその切り開く方がいなければ私は多分今 K-POP 好きな状態で入れてなかったと思うんですよ。私は本当にその高校生時代の時に YouTube がちょうど流行り始めたタイミングでいろいろ見れるようになって、そこで東方神起を知るんですけれども、まだやっぱりその時はその YouTube バージョンのショート尺の MV しか見れなかったりとか、あまり情報を得ることができない、あったとしてもやっぱり全部ハングルで書いてあるから読めないっていう時に、いろんな深夜番組とか、NHK の番組とか、いろんな番組をちょこっとずつ調べていったら、古谷さんの名前をなんかここでも古谷さんという方がいる、ここにも古谷さんという方がいるみたいな感じで見つけて、この方が K-POP を教えてくれる人なのかもしれないっていうのを高校生の時に思ってですね、私はでいろいろ調べさせていただいてたので、でやっぱり古谷さんはその韓国語もお話しできる方なので、K-POP アイドルが例えば来て日本語が喋れない人がいたとしても、古谷さんはそこに韓国語でアプローチができる方じゃないですか。だから彼らの多分ニュアンスをそのまま出してくださるし、その彼らが例えばその韓国語でボケてたりとかしたとしてもそれを救える方なんですよね。でそこでだからその明らかにその他のインタビュー映像とは違う和やかな雰囲気が古谷さんが MC の番組にあったんです。で私はそれを見て、私も彼らのニュアンスをそのまま得たいって思って韓国語を勉強し始めたんですよ。すごいですね。そうなんです。そんな影響力を与えたあります、なので私今日本当にドキドキしながらこの現場に来たんですけど。本当ですか？本当にそうです。私のきっかけでした。こうすればいいんだっていうそれを教えてくださった方だったので。あら、もう一言で愛語ですね。愛語、本当にそうですね。そうなんです。なのでちょっとすいません、いっぱい語っちゃいましたけど、でもじゃあご本人は偶然だったとおっしゃっていますけれども、そうやってその時代も重なってというか、それでと思いますね。このK-POP をしっかり広めるっていう、K-POP 評論家っていう風に今言ってますけれども、でも本当にその肩書きが僕困って、そうですね。そうなんですよ。難しいところですかね。K-POP 評論家っていうのはご自身で。いやもう皆さんが勝手につけてください。それも嫌だし。嫌なんですか？嫌ですよ。だって僕評論してるわけでもないんですね。確かに、なんて言ったらいいんだろう。スプレッドアウトする。でもなんか韓国では、なぜか韓流 MC って言われてます。韓流 MC か。韓国ではね。でも韓流スターって韓国の方じゃないですか。そうですね。僕日本人なのになんか違和感があるんですよ。韓流 MC って。確かに。だから韓流 MC もちょっと違和感あるし、だから実は僕のその著書の一つの書くきっかけになったのが、職業古谷さんっていうなんかキーワードが SNS でちょっとだけバズった時があって、職業古谷さんってなんだみたいな。でそこから出版社の方からアプローチがあって、でそれで職業古谷さんってなんぞやっていうところで本書くのはいかがですかっていう。だからそうなんです。職業古谷さんが一番肩書きとして素晴らしい。難しいんですよね。基本はもうラジオ DJ が僕はもう自分のホームだと思っていて、でもなんか最近はやっぱり K-POP や韓流の MC さんっていうイメージの方が圧倒的に強いですよね。じゃあちょっと今日はそんな職業古谷さんの古谷さんに、職業古谷さんの古谷さんまだまだいろいろねK-POP だったり K カルチャーについていろいろ伺いたいと思うんですが、実はこの番組は日本の音楽を海外へというコンセプトでお送りさせていただいてるんですけれども、韓国でも今日本の音楽が流行っているんですかね。結構すごい流行ってますね。日本のアーティストの方々がね韓国でもライブをされたりしてますよね。急にね急なんですか？ほんと急に。そうなんだ。2024年、3年ぐらいかな。だからコロナ明けぐらいから急速に。背景はいろいろあります。で一番大きいのはやっぱり日韓関係の改善。もうこれにつきますね。今年もね日韓国交正常化60周年ですよね。でやっぱりなんか韓国って、
こう空気が支配する国なんですよ。空気が支配する国。そうなんとなくそういう空気が漂うと、みんなこうしなきゃいけないんじゃないかっていう空気があって、だから例えば、ここ数年ずっとこう、反日的な、動きがあった時代っていうのは、やっぱりこう国民自体が、例えば日本旅行に行きたいよねとか日本のもの美味しいよねってこう言えない空気があったわけ。だけどやっぱりこう日韓関係が政治的に解決することによって、それを表向きに言える空気が生まれるんですよ。でやっぱりその空気が生まれると雰囲気ガラッと変わって、だから今 K-POP アイドルの子たちが平気でね、日本の食べ物、日本語使ったりとか普通に言うじゃないですか。やっぱりしばらく空気が漂ってた時がなんかこうよどんでいた時はね、例えば寿司はチョバッと韓国語で言わなきゃいけないとか、ありましたね。あったんですよ。だけど今はもう寿司は寿司なんですよ。こういう空気が生まれるっていうのはやっぱり本当に政治的に関係性が良くなければ無理なんですね、正直言うと。でやっぱり今これから6月に大統領選挙があって、また大きく変わろうとしてる韓国なんですけども、ここ数年は本当に日韓関係においてはすごくいい年だったんですよね。もちろん韓国国内ではいろんな意見はあるんですけど、少なくとも日本においては良かったなっていう。だからその中で K-POP アイドルの子たちが積極的にこう日本の音楽好きっていう言える空気を作ってくれたっていうね。でやっぱりK-POP のアイドルの子たちの発信力ってすごいじゃないですか。すごいですよね。一人の少女が持つ経済効果って偉大ですよね。例えばブラックピンクのジェニとかね、すごいですよ。いろんな流行を生み出せるんだから本当にすごいですよね。一人の子が着た服がすぐソールドアウトするとか、そうですよ。そういうのもザラにありますもんね。最近だとストレイキッズがね、ミントチョコを知ってますよね。何でしたっけ。ミントチョコよりもあなたっていうやつ。それですね。チョコミントです。もうおじさんです。ルビーちゃん、何が好きですか。それです。チョコミントね。ミントチョコ。ごめんなさい。間違ってはいないですよ。間違ってはいないです。これでバジルとか言ったら謝りますけど僕は。だけどあれもストレイキッズが流行らせて。一番最初ストレイキッズだったんですか。そうですよ。そうなんだ。だからやっぱりね、なんだろうな、一人のアーティスト、一組のアーティストがこう世界に及ぼすこうカルチャーショックというかね、それはやっぱり K-POP のアイドルは今一番こう世界でホットなんじゃないかなって思うんですよ。すごいですよね。だからそんな彼らが J-POP いい、この人いい、TikTok 使ってダンスチャレンジ作る、でそれで J-POP が人気得たんですよね、正直言っちゃうと。そこからなんですね。そうだから J-POP そのものの力は確かにあるんだけれども、発信力がなかったから我々、はっきり言って、だからその発信力が韓国を介して世界に広まってるっていうところに、反省しなきゃいけないところ僕はあると思いますよ。本当ですか。でも私も3月末に韓国にお仕事でライブさせていただいたんですけれど、やっぱり街歩いててもどこを見ても K-POP アイドルの広告がやっぱりすごく大きく存在するし、K-POP アイドルが作った言葉とかがやっぱり流行になってたりするし、でも私も一番最初自分が高校生になってK-POP 好きだった時はまだやっぱりあまり日本でも受け入れきれてない部分があったというか、やっぱり例えば日本の音楽番組に韓国アイドルが来るとなんで日本の番組なのに出るんだみたいな声もちょっとあったりしましたし、でもそこがガラッと変わったタイミングって私として TWICE だったかなっていうふうにファンとして見てた側としては思うんですね。日本人のサナさん、モモさん、ミナさんが入られて、そこからだんだん日本人も私の周りの日本の友達も K-POP を好きっていう、日本でもそういう空気が出てきたというか、それによって K-POP 界隈でも日本人がちょっとずつやっぱり出てくるようになってきて、そこからだったりもするのかなっていうふうに思ったんですけど、それはどう見られていますか、古谷さんは。 TWICE の影響は大きいと思うし、やっぱりその TWICE がすごいなと思うのが、日本人メンバーであっても、韓国で韓国人メンバーと同じような人気が得られるんだと。でもちろんね TWICE が先駆者ではなくて、その前に
数多くの先輩がいるわけですよ、はい、日本人のね、はい、だけどなかなかその成し得なかったんですよ。でそれは理由があって、結局その K-POP アイドルにおける外国人メンバーっていうのはやっぱり TWICE 前後で変わってくると思うんですよ。TWICE 前は海外プロモートの要因の一つだとあったわけですよね。日本に売り出していくための日本人メンバーとかね、それから中国人メンバーもいたし、タイ人のメンバーもいたし、でそれをやっぱり海外での活動を視野に入れて、その国の言葉だったりとか文化だったりとか、そういったものを彼らを介して広めていくっていう役割を担ってたと思うんですよ。でも TWICE 以降っていうのは、日本人だからとかではなくて、外国人であっても、もうその人の価値を認めるようになっていくんですよね、K-POP の中でも。その変化はすごく大きくて、だから最近のその韓国で活躍してる日本人メンバーは、日本人メンバーだから選ばれてるのではなくて、あくまでいいなと思ったメンバーが日本人だったとかね、もうそういう時代になりつつあるのかなっていう感じはしますね。そうか、まあ TWICE もね、もともと16っていうオーディション番組から始まったりもしてますし、確かに日本人メンバーだからみたいな、そういうの聞かないですもんね、オーディション番組で作られていたら。最近はだから外国人メンバーがいて当たり前の時代になってきてますね、でもそれも本当にその人が必要だからグループに入れるとかデビューさせるっていう流れに変わってきてるっていうのは確かにあると思いますね。そうなんだね、やっぱ時代が変わってきているんですね。すごい変わってると思いますよ。日本今なんてね、ちょっと全員日本人だけど、いわゆる K-POP グループみたいな風に呼ばれているものもありますものね。今なんとなくそのトレンドの最先端にいる人たちっていう感じがやっぱりどうしてもあるので、でもその一方で韓国国内だけに限ってみるとね、もう K-POP アイドルの時代が少しずつまたやっぱり変わりつつあって。どう変わってるんですか、それは。やっぱりちょっと縮小気味になりつつあって、あまりにも出過ぎて、でそうなってくると、やっぱりこう次の流行っていうのがやっぱりこう出てくるわけですよね、いろいろね。で、特にここ最近は、ズバリロックですね。バンドということですか。バンドですね。で今までもバンドの時代は来ると言われていたし、バンドがいなかったわけではなくって、あくまでそのインディーズの領域で活動してた人が多くて、でそれをこう殻を打ち破ろうと努力してたのが FT アイランドであり CN ブルーなわけですよ。そうですね。でもどうしてもアイドルバンドっていうくくりの中で韓国本国では見られてたっていう。そうですよね。でそんな中でここ最近のブレイクスルーとして一番大きい存在なのが Day6、ハッピーが今ね、そうですね、流行に乗ってますよね。JYP エンターテインメントのロックバンドですけども、それから QWER なんですよ。K-CON で私も拝見しました。 QWER なんか日本のガールズバンドみたいでしょ。そうですね、それをすごく思いましたね。それ意識してるんですよ。そうですよね、きっとね、衣装だったりとか見せ方はそこを感じますけれども、もともとだって NMB48 に所属していた方がリードボーカルをイシオンさんがね、そうですね、シオミンって呼ばれてた。そうなんです。だからそういう風にこう少しずつ音楽の流行も変わりつつあって、一つのジャンルに偏らない、でアイドルであっても今度はロックだったりとか、だから他のアイドルグループの曲もちょっとロックテイストな曲が最近増えてるんですよね。そうか、そうなんですね。だから実はそういった流れの中で J ロックが評価されてるっていうのもあるんですよ。ちょっとまた話戻ってきますけれども、日本のアーティストが最近、例えばミセスグリーンアップルって今ね、韓国でライブしてすごく大ヒットされましたけれども、藤井風さんも去年かな、ライブやってるでしょ。そうですね。で今度あいみょんさんやるでしょ。どんどん行きますよね。だんだんその韓国にいる方々の音楽トレンドだったり、その聴き方っていうものも変わってきて、なおさらそのアイドルじゃないアーティスト、日本のアーティストたちっていうのも受け入れやすくなってきている
そうですね。やっぱりファン層もね、結局アイドル好きな子たちっていうのは中高生中心なんですよ。若いですよね。韓国もね。はい、でそうなるとまあオーバー20代ってなると、じゃあ何聞くっていう感じで、結構みんな探してたのかもしれません。でそんな時にスッとこう J-POP がよりどころになったのかなっていう感じがしますよね。ちょっと私も韓国で売れたいと思って何ですか今なんか相談しに来てますか？違いますけど、でもちょっとこれはいい流れが来てるのかもしれないなってちょっと胸が高鳴りましたありがとうございます、日本の音楽産業が逆にですね、その韓国に学ぶべきことってあったりしますかね？いや僕は正直それはないと思ってて、そのよく言われるんですよ、日本の音楽はこれを学べとかね、業界はこうしなきゃいけないって、僕は逆に日本の音楽ってノウハウとか技術とかね、正直韓国の音楽シーンよりも何倍も持ってると思うんですよ。ただ、それを国際的な感覚で広める能力がないだけ。韓国はやっぱり基本海外も視野に入れてますものね。あとあまりにも日本って自国の市場にはもうなんか安住しすぎちゃって、何もしなくても別にいいじゃないですか。1億2000万人も人口いればねで未だにそういう雰囲気あると思うんですよ。だけどやっぱり韓国の場合っていうのはいろんな条件はあったんですよね。その背景にあるものとして、5000万人しか人口がいないとか、音楽市場規模で言ったら今から20年前って、世界20位以下だったりとかね、もう今はもう6位とか7位とか、もう上位も争うようになってきてますけど、だからそのあたりで考えるとね、その日本って世界2位ですから、音楽市場規模は、日本国内の市場だけで十分もう回していけるし食っていけるわけですよ。だからあえて世界に出ていく必要はなかったわけですよね。世界に出たいと思ってる人たちは、僕らの時代から言うと、なんか単なるお墨付きというか、海外でやってきたぜみたいなことを言いたいがための海外進出であって、今みたいな海外進出ではなかったわけですよね。する気なかったと思います、そもそも。だからそれを韓国の場合っていうのはもう早い段階から、もう外に出ることを前提にみんないろいろと試行錯誤してきたし、あとはやっぱりもう語学力、そこですよね。そこをすごく感じますね。あとは発信力、だって K-POP アイドルのステージとか見てても、みんな日本語ベラベラじゃないですか。もうびっくりするくらいですね。K-POP アイドルじゃなくてももともと韓国の方々は日本語堪能な方もすごい多いじゃないですか。それをすごく韓国遠征行った時に感じたんですけれども、そうステージの上での日本人かのように喋る日本語の技術っていうのはもうえげつないなと思いましたね。だからそれはやっぱりこう自分たちがどうしなければいけないのかっていうところで、外に出なければいけないっていう危機感だったりとか、そういったもの、あとは韓国国内の中でのその受験戦争だったりとか、競争率っていう部分を考えると、外国語を学ばざるを得ないっていう環境はあったと思うんですよね。だけれどもそこを抜いたとしても、やっぱり日本人って本当に外にこう出るというかね、外に発信する力感覚、未だないなと思いますけどね。そう思いますか。もちろん今若い人たちは少し考え方変わってきてるのかもしれませんよ。SNS の時代になったり、あとはその言葉が分からなくても、海外の人たちが勝手に翻訳してくれたりとかいろいろあるじゃないですか、今ね、AI もあるし、だから言葉の障壁はどんどんこうなくなってるとは思うんですよ。だけど自信を持って自分でこう外に発信したいという気持ちをどこまで持つのかっていうのは、ここは学ぶべきことかなっていう気はしますよね。せっかくいいコンテンツあるのに。ズバリ古谷さんがもうまずじゃあその日本のアーティストで発信力がまだちょっと弱い人たちがまずすべきことって何だと思いますか？僕はもう業界がとにかくプロデューサーを発掘することだと思う。プロデューサーがいない。そうなんです。なんか韓国はそのプロデューサーって言っても曲を作るだけじゃなくて、トータルプロデュースをするんですよ。ミンヒジンさんとかのような。
この人をどういう風に売っていきたいのかっていう、そこが欠けてると思うんですよね。だから楽曲制作、コンセプト、発信の仕方までトータルで考えて、それをこう世界に打って出るっていう、スカイハイさんとか最近その多分近い方向性だとは思うんだけれども、ああいう方がどんどん出てこないときついと思いますよ。で韓国うようよいるもん。それはその K-POP じゃなくてもいらっしゃるんですかね。どの分野においても、バンドでもロックバンドでも、いますね。だからせっかくいいコンテンツがあっても、それは負けちゃいますよ。そこのノウハウがまだ足りない。だって言えます？名前。例えば日本のトッププロデューサーって出てこないでしょはっきり言って。いや出てこないですよ。確かにそうですね。いないですもん。昔ね、それこそ小室哲哉さんとかね、武部聡さんとか、そのプロデューサーっていう、肩書きで名前の出る人がいたじゃないですか。そういう人が最近減ってきてて、だからやっぱりそういうプロデューサーが本当に業界全体で今絶対的に少ないと思いますね。そういう人を育てていくのが大事。そのためにはやっぱり国際的な感覚を身につけていなきゃいけないし、もっと積極的に海外からいろんなノウハウを吸収しなきゃいけないと思うし、なんだったら海外のプロデューサーと協業してもいいと思うんですよ。そうですね、そこでもう実際に一緒にやってみてノウハウを学んでいくっていうのは一つ大きな手ですよね、きっとね。それこそ SNS を駆使してとか、いろんなところをたどって、今何でも調べようと思えば調べられる時代ではあるので、そういうところから探していく。だって QWER みたいなアーティストって本来日本がやるべきだったと思いますよ。正直言って。成長型グループ、あとはどちらかというとこうアニメーションの世界から飛び出してきたような。しかもこれ手掛けてるのがセブンティーンやってるボンズさんでしょ。そっかそうですね。そうだからもう本当そっかうまいよ本当こんなこと言ってなんかもうおじさんのたわごと見たくなってますけどね。いやそう QWER はすごくなんか珍しいなというか、私の中では最初ね、成長型っていうのは今まであまり K-POP になかったですよね。オーディション番組以降ちょっと出てきたっていうのはありますけどね。でもそれなんかみんなで日本のアイドルは割とそういう目線で見る人も多いっていう話をよく聞くじゃないですか。一緒に何かを夢を叶えていくというか、どんどん成長していくっていう、それが K-POP ではもう完成された状態でカムバックするし、デビューするしっていう感じの文化だったのかなっていうふうに個人的に思っていたんですけれども、QWER くらいを見て私はこういうそのアーティストとしての動き方もあるんだっていうのをすごく感じて、それがやっぱりフレッシュで皆さんもチェックしてるのかなっていうふうに思いましたね。ちょうどだからQWER とあとはバーチャルアイドルプレイブ、こういう流れが今来てるんですよね、韓国はね。で今度ねまた別なバーチャルアイドルが韓国最大の公演会場のコチョクスカイドームでライブやったりするんですよ。日本でまだまだ知られてないバーチャルアイドルいっぱいいるんですよ今もう韓国にすでに。なので、これからはちょっとそのバーチャルアイドルもうライバルになってきますね。ライバルになりますね。ちょっと知らなかったです。すごいですね、すごい。そんなところでライブをされるまでになってるんですね。来てますよ。すいません、いろいろお話ししちゃいましたけれども、あっという間にお別れのお時間となってしまったようで、今週はこれまでとなります。古谷さん、何かお知らせはありますでしょうか？お知らせは特にないです。本当ですか？いろいろ頑張ってます。じゃあ職業古谷さんの古谷さんで調べれば、良いということですかね。一応こういったお話を自分なりの目線から書いている K-POP バックステージパスの、重版版が出て、それが今年春に発売になったので、もし関心ありましたら、お近くの書店でもうお近くの書店でも古いのか言い方は、そんな全然古くないですよ。
タイトルをK-POP バックステージパスです。はい、よろしくお願いします。皆さんチェックしてみてください。今夜のゲストは古谷正幸さんでした。ありがとうございました。감사합니다。また来週もよろしくお願いします。